皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールの戦術的解説をお届けします。この動画ではデコイラン偽9番をテーマに解説していきます。デコイランは偽9番、ドリフティング偽9番、ストライカーという3つの動きを使い分けられる非常に特殊なプレースタイルです。単純に前線でプレーするだけでなく、下がってゲームメイクに関わる動き、サイドへ流れて起点を作る動き、そしてゴール前に入っていくフィニッシャーとしての動きまで、一人で複数の役割を担うことができます。今回の戦術ではこの特性を活かし、状況に応じてポジションと役割を変化させる可変型の偽9番として機能させていきます。この動きをチーム全体の構造に組み込むことで、相手の守備にズレを生み出し、より多様な攻撃パターンを作り出すことができます。非常に面白い内容なので、ぜひ最後までご視聴ください。では、今回使用するスカットを見ていきます。チームスタイルはポゼッション。フォーメーションは左右非対称の 442 を使用します。今回の主役であるデコイランは2トップの右でセカンドトップとして起用します。これによりサイドに流れる動き、中盤に下がる動き、そして裏に抜ける動きと3つのタスクを1人で担うことができます。そしてこのデコイラン偽9番とセットで重要になるのが右サイドハーフです。ここにインサイドレシーバーの選手を起用することで、デコイランが外に流れた後、その内側を走り抜ける動きが生まれます。さらに右サイドバックには守備的サイドバックを配置します。右サイドは前線の2人で崩しを完結させる設計なので、サイドバックは攻撃参加を抑え、後方からのサポートを行います。この右サイドの組み合わせが今回の戦術の核になります。次に2トップの左について、ここはセカンドトップ起用、選手指示でディフェンシブを設定します。つまり今回は2トップをどちらも偽9番として使いますが、右はデコイランによる可変型、左は下がって受けることを優先した純粋な偽9番と役割を明確に分けています。この違いによってダブル偽9番でありながら攻撃が停滞しにくい構造になっています。次に左の OMF。ここには2列目からの飛び出しの選手を起用し、偽9番が空けたスペースに入り込む役割を担います。そして左サイドバックには攻撃的サイドバックを起用し、さらに選手指示でオフェンシブを設定することで左サイドの幅を確保します。最後に2ボランチ。ここは片方にアンカー、もう片方にそれ以外のプレースタイルを配置し、中盤にポジショニングのズレを作ります。シンプルですが、ボール保持と守備のバランスを取る上で非常に重要なポイントです。以上が今回のスカット解説です。続いてこのデコイラン偽9番がどのように機能するのか、試合でのプレーを解説していきます。まずはドリフティング偽9番の動きから解説していきます。ドリフティング偽9番とは中央からサイドへ流れ攻撃の起点となる偽9番の動きです。そしてこの動きこそがデコイランの最大の特徴です。他のプレースタイルでもサイドへ流れる動き自体は見られますが、多くの場合はその後縦方向へ走り、ゴールに向かうプレーを行います。一方でデコイランは縦には行かず、そのまま外側へ斜めに流れていきます。つまり、ゴールから遠ざかる方向に動くことで、サイドで前を向いた状態でボールを受けることができ、攻撃の起点として機能します。無理に中央でプレーを完結させるのではなく、一度サイドに逃げながら攻撃を組み立てられる点がこのドリフティング偽9番の強みです。Laser and charged particle beam weapons.
そしてデコイランがサイドに流れたことで中央にはスペースが生まれます。このスペースを利用するのが右サイドハーフに配置したインサイドレシーバーの選手です。この場面ではデコイランがサイドに流れ、右サイドハーフからそのデコイランへパスが送られます。するとそれに引き出される形で相手のセンターバックが外へ吊り出され、中央にスペースが生まれます。そしてそれと同時にパスを出した右サイドハーフ自身が中央へ走り込みます。後方から内側へ走り込むこの動きは相手のマークを受けにくく、決定機につながりやすいのが特徴です。デコイランがサイドに流れ、その内側を右サイドハーフが走る。この連携こそが今回の戦術の最大の武器です。次に純粋な偽9番としてのプレーについて解説していきます。ここではシンプルに中盤まで下がってボールを受け、攻撃の起点となる役割です。今回のデコイラン偽9番は、右サイドでは先ほど解説したドリフティング偽9番の動きが多くなりますが、中央や左サイドではこの純粋な偽9番の動きが発動しやすくなります。このようにボールの位置によって役割が変化する点がデコイラン偽9番の特徴です。中央でボールを受けることで相手のセンターバックを引き出し、その背後にスペースを作り出します。そしてその空いたスペースに対して味方の選手が走り込むことで攻撃に厚みが生まれます。またこのプレーは単にボールを受けるだけでなく、一度攻撃を落ち着かせる役割も担っています。下がってボールを引き出すことで味方の距離感を整え、より安定したポゼッションへとつなげることができます。このようにドリフティング偽9番による外への動きと純粋な偽9番による下がる動き、この2つを状況に応じて使い分けることで攻撃に多様性と安定性をもたらします。like a Hellcat. 最後に解説するのがストライカーとしての動きです。いわゆるラインブレイクのプレーになります。セカンドトップ起用の場合、多くのプレースタイルは裏への動きにそこまで積極的ではなく、足元で受けるプレーが中心になります。しかし、デコイランは例外で、状況に応じて積極的に裏へ抜ける動きを見せます。起点になる動きとフィニッシャーとしての動き、その両方を同時に成立させられる点がデコイランの最大の強みです。単なる偽9番では終わらず、最終的には自らゴールも奪える存在になることで攻撃の完成度を引き上げます。
I'm moving too far. Get it glance. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah. 以上、デコイラン2石9番の解説でした。デコイランは2石9番、ドリフティング2石9番、ストライカーという3つの役割を状況に応じて使い分けられる非常に特殊なプレイスタイルです。下がって起点になる動き、サイドへ流れて攻撃を組み立てる動き、そして最終的には裏へ抜けてフィニッシュに関わる動き。これらを一人で担うことで相手の守備に常にズレを生み出し続けることができます。ぜひこの動画を参考に、これまでの2石9番とは一味違う可変型の攻撃を体感してみてください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。